ちは、ミルです。今日はカードが不正利用されたっていう私のものすごく個人的なお話をします。ぜひ最後までお付き合いください。クレジットカードとかデビットカードの不正利用、皆さんあったことありますか？不正利用がすごく増えているっていう話はよく聞くんですけれども、私はね、自分ごとではなかったんですね。すごくね、楽観的と言いますか、根拠のない自信と言いますか、私は大丈夫だろう、なんでそんなことあるんだろう、なんて思っていたんですね。そんな私もね、不正利用に遭いました。ということで、そのお話をしたいんですが、皆さん毎月の利用明細とか確認していますか？私は毎月というより、カードの利用がありましたっていうメールで毎回確認しています。カードを使うと数分以内にはメールが届くんですね。何月何日、何時何分、どこどこのお店でいくら使いました。心当たりのない方はご連絡ください。こんなね、メールが届きます。それから、口座振替のお知らせというのもメールでその都度届きます。口座振替というのは、銀行口座とかクレジットカードから自動的にお金を引き落とすサービスのことです。例えば私は家賃とか水道代、電気代とかね、定期的な支払いに口座振替を使っています。毎月口座から自動で引き落とされるようになっているので、払い忘れる心配が少なくなります。なのでね、口座振替使っているんですが、こういう口座振替の時もメールが届くようになっているんです。なので、とにかく口座からお金が出たらメールがその都度届くようになっているんですね。それで不正利用を見つけたんですよ。いつものようにメールチェックをしている時に、カードご利用のお知らせと書いてあるメールを見つけたんですね。で、私なんか使ったかなって思ってメールを見てみたら、全く身に覚えのない履歴で、会社名もね、全然わからないんですよ。で、これ不正利用かもと思って、すぐね、カード止めました。銀行のホームページに行って、ログインをして、カードを止めるっていうのをやったんですね。で、不正利用が疑われる場合はこちらへ、みたいなことが書いてあったので、そこをクリックすると、カードの取引明細というのが出てきたんです。そこで、不正利用の取引を選んで送信するっていうものだったんですね。なので、それを選んで送信しました。そしたらね、ちょっとしたらね、すぐ銀行から電話がかかってきたんですよ。で、言われたのが、今すごく不正利用が多くて、お客様にもヒアリングをさせていただいておりますと。でね、私の状況というのをすごく細かく聞かれました。2、30分ぐらいですね。例えば、カードを誰かに見せたことはありませんかとか、家族が使ったということはありませんか、ここ最近海外に行きましたか、行ったとしたらどこへ、いつからいつまでとか、カードが使われた時間、どこで何をしていましたかとかね。他の会社で不正利用されたことはとか、パスワードは誕生日や電話番号じゃないですか、これまで怪しいリンクをクリックして、そこにカード情報を入力したことありませんかとかね。とにかくね、たくさん本当にね、2、30分かかりました。で、電話でのヒアリングが終わって、多分ね、不正利用でしょうと言われました。で、ここで終わらないんですね。今度はもう一度ね、不正利用の申告というのをホームページからね、するんですよ。ホームページにログインをして、もう一度電話で答えたような質問に答えて申告をしました。で、調査をして、そして結果が出て、最後お金が戻ってくるっていう流れのようなんですが、私は今、電話のヒアリングが終わって、ホームページからの申告も終わったという状況です。なのでね、あとはちょっと結果を待つっていうところなんですが、本当にね、私にもこういうことが起こるんだって驚きました。でね、使われた金額というのが1000円ちょっとなんですよ。でもね、やっぱりその知らないところで使われるというのは気持ちが悪いですよね。しかもね、後から知ったんですけど、その1000円ちょっとというのが口座振替になってるって言うんですよ。怖くないですか？
さっきも言ったように、私が口座振替をしているのは、家賃とか水道代とか、あとはスマホとかね、そういうのもそうなんですが、1000円ちょっとというのはね、ないんですよ。だから、これね、もし申告していなかったら、毎月1000円ちょっと知らない人に引き落とされるんですよ。怖いですよね。気持ち悪い。で、さらに会社名というのが、もうね、こういう名前の会社ありそうっていう感じの名前なんですよ。全然怪しくないんですよ。もしかしたら、以前、口座振替の契約をして忘れてるだけなのかなーって思えるような、なんか、普通の名前なんですね。なので、利用明細をその都度確認しない人とか、毎月のその引き落とされた金額をなんとなく見ている人だったら、多分ね、これスルーされちゃって、毎月ちょっとずつ引き出されちゃうんだろうなって思いました。皆さんはどうですか？こういう経験ありますか？本当にね、自分でその都度確認するしか方法がないと思うんですが、気をつけてください。で、不正利用に気づいたら、なるべく早く連絡をした方がいいみたいですね。一定の期間が過ぎると、お金がね、戻らなくなっちゃうみたいですよ。はい。なので、皆さん気をつけましょう。すごくね、多いみたいです。ということで今日は、不正利用されたっていうお話でした。じゃあ、バイバイ。